皆さんこんにちは。プチオタ独身男のまっつんです。今回は神奈川県横須賀市にやってきました。横須賀市にやってきた目的は、東京湾に浮かぶ無人の要塞とも言われている猿島を散策するためです。猿島は幕末から第二次世界大戦までの間にかけて要塞としての役割を果たしていた島なんですけれども、今は観光地としてすごい賑わっている島なんですよね。男のロマンを追いかけるのはもちろん、デートスポットとしてもおすすめできる場所だと思うので、上陸するのが今から楽しみですよね。細かい説明をするのは後にして、早速チケットの方を買いに行きたいと思います。猿島に行くためには三笠桟橋の隣にある三笠ターミナルでチケットを買う必要があります。オープン前なのにすでに100人以上人が並んでましたよね。まあ無事にチケット買えたからいいけど。じゃあ猿島に行くためにはチケットを購入しないといけないんですけど、チケットを購入する場所は三笠ターミナルなんです。で、今私たちはその館内にいるんですけれども、三笠ターミナルの1階はチケットの販売所と、あとはね、このように横須賀のお土産を購入することもできます。で、一応この建物2階もありまして、2階は猿島ビジターセンターという名前になってるんですけれども、猿島の歴史を学ぶことができるんですよね。なのでちょっと猿島に行く前にまだ時間があるので、その方に紹介しておきたいと思います。はい、じゃあ2階に着いたんですけど、なんていうんですかね、すごい綺麗ですよね。モダンチックな感じしますよね。というのも、この建物は2020年に建設されたばかりなので、やっぱりすごい綺麗なんで、居心地がいいですね。猿島の歴史とか知識について学ぶことができると思うので、あとは一応乗船時間まで待たなきゃいけないんですけれども、ここに椅子とかあるので、まだ乗船時間まで時間がある場合はここでくつろぐのもありかなというふうに思います。私たちは船に乗るために並びに行きたいと思います。おお、パイセン、フェリーが見えてきましたよ。それにしても本当に人が多いっすね。フェリーに全員乗り切れるんですか？猿島に行くフェリーは250人くらいまで乗ることができるから、大型連休とかじゃなければ大丈夫だと思うよ。ちなみに並んだ順で乗船できるから、船内で座りたい人は早めに並ぶことをお勧めします。というわけで、猿島に行くためには、三笠桟橋から今私たちが乗っているフェリーに乗って猿島桟橋まで行く必要があります。乗船時間はたったの10分ぐらいなので、船酔いしやすい人でも気軽に安心して猿島に行くことができると思います。で、猿島を散策する前に猿島の歴史について知っておいた方がより一層楽しめると思うので、この壮大な東京湾の風景とともに少しだけ猿島の歴史について紹介しておきたいと思います。猿島は冒頭でもお話しした通り、幕末から第二次世界大戦までの間、東京湾の要塞として役割を果たしていました。その名残から戦争の遺跡が島中にたくさん残っていて、史跡と自然がたっぷり楽しめる無人島なんですよね。最高かよ。そして戦争が終わると要塞の役割を終えて、1957年に海水浴場としてオープンしたんですけれども、いろいろとすったもんがありまして、1993年に航路が廃止されて一般人の立ち入りができなくなりました。しかし2003年に猿島公園として現在の形に生まれ変わり、連日多くの観光客で賑わう観光スポットとなりました。ちなみに猿島の名前の由来って知ってますか？そうです。島に多くの猿がいるから猿島ではありません。猿島の名前の由来は、昔日蓮上人の人が千葉から鎌倉まで船で向かおうとしたんですけれども、その時嵐に襲われて船が沈みかけたんですよね。で、その時に白い猿に助けられてたどり着いた島があちらのね、猿島だったことから名前が猿島という風に名付けられたそうですね。というわけで、猿島について博識を少し披露させてもらったので、猿島に着くまでの間しばらくお待ちください。猿島上陸。じゃあ島内を冒険しに行きますよ。相変わらずせっかちだな。猿島に着いたら、まずは桟橋で記念撮影しないと。看板に猿が描かれてて可愛いんだよな。
というわけで、猿島に到着したので、これから猿島を散策しに行きたいと思います。ちなみに、猿島は島一周あたりだいたい1時間ぐらいで見回ることができるそうなので、結構気軽に散策できそうですよね。なんですけども、いきなり坂道があるっていう。あと、猿島はさっき戦争の遺跡がたくさんあるって言ったんですけど、天空の城ラピュタのなんかモデル地みたいな風にも言われてるそうなので、ジブリ好きの人もすごい楽しめるのかなって思います。その辺も含めていろいろ紹介していきたいと思います。早速散策する前に見えたのがこちらの発電所です。こちらの発電所は昔から猿島に電気を供給していた発電所で、今も猿島の電気はこちらの発電所で供給されてるっぽいですよ。いや、もうなんかすごい歴史的な建物で、早速テンション上がりますよね。一歩間違えたら廃墟になりそうな雰囲気が味があっていいですよね。明治時代の発電所がまだ現役ってところにロマンを感じるよね。見えてきたのが、こちらの切通しですね。切通し、通称、お城の石垣なんていう風に言われてるんですけれども、この辺はなんかいかにも猿島って感じがして雰囲気いいですよね。でさらに奥に行くともう少しまた違う風景が見えると思うので、少し歩いていきたいと思います。切通しを少し歩いてきたら、こちらのレンガが見えてきます。猿島といえばレンガ、もう一つの代表する建物だと思うんですけれども、これ何の跡だかわかりますか？正解は昔兵士さんが使っていたトイレの跡だそうですね。こういうのもしっかりと残ってて、すごい歴史を感じますよね。この辺は兵舎とかでよく使われてたっぽいですね。この石垣は高さ最大 9.5 メートルあるそうです。だからこうやって下から見上げると結構重圧感ありますね。あと、こちらの東側の壁と西側の壁、どっちが東か西かわからないんですけど、少しよく見てもらえるとわかると思うんですけど、形とか作り方が違うと思うんですよ。これはなぜかっていうと、この石垣を作られた時期が若干違うから、形とかが違うそうですよ。という豆知識を紹介させてもらいました。というわけで奥の方進んでいきましょう。すごい昔の感じがして、歴史感じますね。いや、一体この中どうなってんだろうって、もはや、廃墟と言わざるを得ない感じがたまらなくロマンを感じます。しかも結構ね、ちゃんと道もしっかりと舗装されてるんで、普段あまり歩かない人でも全然余裕で歩けると思いますね。で、またレンガ作りが見えてきたんですけれども、ちなみにこのレンガは明治時代に作られてるレンガらしくて、フランス積みのレンガ作りらしいです。フランス積みのレンガって日本で20カ所ぐらいしかないんですけれども、その中でも最大級を誇るのが猿島らしいですね。ちなみにこれは弾薬庫、昔使われてた弾薬庫です。いやー、この中にいろいろと戦争兵器が入ってたって思うとロマン感じますね。ここ何の跡だか分かりますか？そうです、こちらは兵隊さんが使っていたトイレの跡なんですよ。というわけで、さらに奥に進むと、この壁にね、いろいろと文字が書かれてるんですけれども、これはね、昔どうやら兵隊さんが落書きをした跡らしいですね。いやー、やっぱ兵隊さんもいろいろとストレスが溜まってたんですかね。こういういたずらしたくなりますよね。そして見えてきたのが猿島のシンボルかわかんないですけれども、こちらね、レンガ造りのトンネルです。このレンガ造りのトンネルは全長90メートルあって、どうやらレンガ造りの中では日本で最も古いトンネルらしいですよ。すごくないですか？ここでね、写真とか撮影したら映えそうですよね。で、このトンネル、奥を見てもらえればわかると思うんですけれども、出口が見えないトンネルなんですよね。なので、私たちもこの中に入っていきたいと思います。で、今、レンガ造りのトンネルの中入ってきたんですけれども、このトンネルは別名、愛のトンネルっていうふうに言われてるんですよね。なんで愛のトンネルかっていうふうに言われると、このトンネルは明かりがなくて、誰かと手をつなぎたくなるから愛のトンネルっていうふうに言われてるそうです。
なので、愛を育みたいとか、友達以上恋人未満の関係とかだった場合は、このトンネルに来たら、もしかしたら恋愛が成就するかもしれませんね。ちなみに私は昔、猿島に女の子と来た後に告白をして成功したことがあります。百聞は一見にしかずだと思うので、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。この愛のトンネルの中にはいろいろとこういう弾薬庫の跡とかたくさん残っていますので、歴史を楽しみたいって人も十分楽しめると思うし、このノスタルジーな雰囲気を背景に写真を撮ると写真も映えそうなので、もういろんな人が楽しめる場所だと思います。というわけでこのまま歩いていきたいと思います。いやー、トンネルをくぐり抜けると今度は一気に自然豊かな風景になりますね。もうこの辺りは天空の城ラピュタに出てきそうな雰囲気ということで、ラピュタが好きな人とかには好まれてる場所らしいですね。やっぱりなんかあの辺りとかすごい雰囲気ありますよね。こっちになんか小さいトンネルあるし、あっちにも小さいトンネルありますね。よくわかんないんですけど、とりあえずこっちの小さいトンネルの中行ってみたいと思います。おー、さっきの愛のトンネルとは違ってだいぶ狭い場所ではあるけれども、雰囲気はあって最高ですね。でトンネルをくぐり抜けると左と右に道が分かれてるんですけど、左側は日蓮洞窟らしいんですけど、残念ながら今は立ち入り禁止の状態になっているので、こっちには行くことできません。なのでこっちの展望台の方に行ってみたいと思います。猿島は戦争の遺跡がたくさんあるっていうふうに説明したと思うんですけれども、そのうちの一つがこちらの砲台跡です。猿島にはこの砲台跡が全部で5箇所あるんですよね。ここの砲台は比較的に小さい砲台っぽいですね。もう見てください、これ。なんか砲台の跡が残ってますよ。多分ここに砲台が設置されてたんでしょうね。もう今となっては完全にミステリーサークル。他の5箇所も見つけられたら紹介したいと思うので、次の場所に向かいたいと思います。あ、もう早くもさっきの1つ目の砲台跡から2つ目の砲台跡見つけました。大きさもさっきとほとんど変わり映えないですね。説明することはあんまないですね。すいません。次行きましょう。いや、この辺はまさに自然豊かで、めちゃくちゃマイナスイオンがたっぷりで癒されますね。階段はきついけど、この上に展望台があるそうなので向かいたいと思います。で、先ほどの階段を登ってきたらこちらに見えるのが展望台です。この展望台は砲台とともに第二次世界大戦の時に観測所として作られた展望台なんですよね、これ。だけど、これ今近づいてみればわかると思うんですけど、すごい老朽化が進んじゃって中に入ることができないんですよ。ちなみに仮面ライダーファンの人にしたら有名なのかもしれないんですけれども、ここは仮面ライダーのゲルショッカーの結成式の舞台で使われた聖地でもあるんですよ。だから仮面ライダー好きの人もたまらない場所だと思いますよ。というわけで次の場所に行きたいと思います。いい感じに廃墟感があって歴史を感じますね。いかにも特撮の悪党がアジトにしてそうな建物だよね。こんなに小さい建物の中に全員入れるんですかね。気にするところそこ。理系独身男なので、細かい設定は気になりますよね。展望台の前には海が一望できるベンチも設置されているので、一休みするのもいいっすね。先ほどの展望広場から少し歩いてくると見えてくるのが3つ目の砲台跡です。なんかここの砲台は今までの砲台跡と違って少し遺跡感があっていいですよね。ちなみに猿島には砲台が5つあるっていう風に先ほどお話ししたんですけれども、残念ながら残りの2箇所はもう今立ち入り禁止になっている場所で紹介することはできません。すいません。あとですね、余談なんですけれども、猿島はこういう風に砲台は設けてはいたんですけれども、戦闘機の方が空高い場所から攻撃することができたので、第二次世界大戦中、残念ながら実戦で一度も使われたことがないそうです。とはいえ、その当時の
風景がそのまま残されているので、ぜひ猿島に寄った時はこういったところで記念撮影してみてはいかがでしょうか。で、猿島の先端まで来るとお芋の花っていうのが場所があって、こちらは東京湾を一望できるビュースポットになっています。天気がいいと私のふるさとでもある房総半島が見えるっぽいんですけれども、今日はね、残念ながら結構ガスっちゃってるので、ヨットの大群しか見ることができないですね。すごいですね。なんかすごいヨットが横並びになってて面白い。さらに階段を下ると一年中磯遊びができる場所もあるんですよ。いや、マジで岩場が見えてきましたね。パイセン、あれですね。この辺まで来ると磯の香りが結構プンプン漂ってきますね。足場は危険なので、しっかりと下を確認しながら歩かないと転びそうです。でもやっぱり海も近くて、天気がいいとおそらく東京湾を一望できるので、デートで来た時とかはここに女の子と一緒に座って語り合うのもいいかもしれないですね。じゃあ猿島の入り口の方に戻っていきたいと思います。というわけで猿島を一周してきて入り口の方に戻ってきました。で、入り口の付近にはこちらの猿島の管理事務所があるんですけれども、こちらでは島のことを教えてくれるガイドツアーの申し込みができたり、あとは猿島の歴史を学ぶことができる資料が置かれてたりするので、船の待ち時間で時間が余ったなっていう場合は、ぜひこちらに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。館内は広々していて休憩しやすい場所だよね。それに、猿島に関する資料もたくさんあるから、フェリーが来るまでの時間を潰すのにおすすめだね。やっぱり暑い日は屋内一択ですからね。若干話が噛み合ってない気がするけど、建物からの景色も良いので時間がある方はぜひ立ち寄ってみてください。てかみんな外のベンチに座って休憩してるんですけど正気ですか？いやいや、せっかく猿島に来たんだから、外で海辺の雰囲気を味わいたいでしょ。そう言われたら、確かに外も海風が気持ちよかったかも。逆に冬は風が強くて辛そうですね。ちなみに猿島の入り口付近には食べ物や飲み物も売っています。島内を一周回った後のビールは最高っすね。また、猿島ではバーベキューをすることもできます。バーベキューセットは島内で全てレンタルできるから楽ですよね。猿島には海水浴場もありますが、2023年は中止なので海水浴目的の方は注意してください。ありえないくらいクラゲが大量発生してましたからね。というわけで、島内を一通り紹介したところで三笠桟橋の方に戻りたいと思います。猿島楽しかったな。次は彼女と来たいっすね。頑張れ。というわけで、猿島から戻ってきたので、そのすぐ隣にある三笠公園の方を少し散策したいと思います。で、三笠公園に入ったらすぐ見えるのが、こちらの世界三大記念館の三笠です。三笠は日露戦争の時にロシアのバルチック艦隊と激突して日本を勝利に導いたガチで戦争で使われてた軍艦なんですよね。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。これが俗に言う1分の1プラモデルっていうやつですよ。一応中入れて当時の、軍艦の風景そのままの状態が残されているのを見学することができるらしいので、軍艦好きの人とかはぜひ猿島と一緒に合わせて見学してみたらいかがでしょうか。あとこの記念館三笠の目の前にはその指揮官でもあった東郷平八郎の像を拝むこともできます。そしてこの目の前にあるのはこの SL 機関車、可愛くていいですよね。ここも写真映えするスポットだとは思うんですけれども、ここ貯水槽になっていて1日市民に3リットルの水を供給できるように常時100トンの水を常備している貯水管らしいです。その話はさておき、三笠とね一緒に合わせて記念撮影してみてはいかがでしょうか。少し歩いてきたら今度は芝生の公園があります。この公園はもう海からすぐ近くにある芝生なので、もうデートとかで来た時にはすごいゆったりできていい場所だなっていうふうに思います。しかももうカップルできたらイチャイチャしてくださいって言わんばかりにしっかりとベンチまで備え付けられてますからね。
最高かよ。しかも、このベンチから猿島が真正面に見えるので、本当にね、ゆったりと時間を過ごす分にはいい場所だと思うので、猿島に来てまだ時間があってゆったりできるなって思った時は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。せっかくなので三笠公園の他の観光スポットも紹介したいと思います。まずは東郷平八郎の像。軍艦三笠を背景に指揮官の像が設置されてるとかかっこよすぎかよ。三笠もどの角度から見ても映えますよね。写真撮りたくなるよね。続いてさざ波の階段。特に何があるわけじゃないけど、水の流れる音で癒されましたよね。続いて野外ステージ。ここで何かイベントあるんですか？そんな雰囲気は。そしてモニュメント跡。跡って何ですか？昔は平和の象徴としてモニュメントがあったらしいけど老朽化で撤去されちゃったらしいね。平和の象徴なのに。続いて音楽噴水池。音楽に合わせて噴水のパターンが変わるらしいよ。おお、まさにデートスポットにもってこいの場所ですね。続いては壁線。本来は水が流れてるはずなんだけど、完全に枯渇してましたね。歴史を感じますよね。ここで感じられても。というわけで、猿島とその周辺の紹介は以上となります。猿島は戦争時代の遺跡がたくさん残っていて、歴史好きの私にはマジでたまらなかったです。しかもプチ旅行気分も味わえるし、自然は豊かだし、天空の城ラピュタの雰囲気も楽しめるし、一石四鳥とはまさにこのことですよね。特に夏シーズンは気軽に海の雰囲気も楽しむことができるので、おすすめの観光スポットだなっていうふうに思いました。皆さんもぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。